株式会社大場代表取締役社長の辻本でございます。本日はご多忙の中、またお寒い中、株式会社大場の個人投資家向け IR セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。詳細につきましては、後ほど企画担当常務の片山よりご説明させていただきますが、2025年5月期の決算は、検察コンサルタント業務の堅調に加え、区画整理事業における大型案件の業務代行収入等により、増収、営業利益、14期連続増益、増配の好決算となりました。2026年5月期につきましても、引き続き受注は堅調に推移しております。観光庁では社会課題解決の一環として、能登半島地震からの一日にも早い復旧・復興に向けて、震災復興関連業務に取り組んでおります。防災・減災、国土強靭化に加えて、自衛隊基地の最適化に伴う基本方針、マスタープラン、総合設計の作成業務等の防衛土木業務、いわゆるミリタリーエンジニアリングが着実に積み上がっております。民間につきましても、円安や地政学上のリスク等により、日本企業の生産拠点の国内回帰や、インバウンド投資家の旺盛な進出意欲により、開発許認可等、まちづくり業務の受注が堅調に推移しております。また、国土交通省より発表されます、設計業務委託等技術者単価が、対前年度比全職種単純平均で、令和5年度 5.4%、令和6年 5.5%、令和7年 5.7% と、3年間で 16.6%、ちなみに平成24年度比では 58.6% 増でございますが、これらが引き上げられる中、コンサルタント業界全体の収益に大きく貢献するものと思われます。加えまして、大場は財務基盤強化により、無借金体質を実現したことに伴いまして、総還元成功 60%、配当成功 50% 程度をめどとしております。2025年5月期の年間配当は42円と、前期比5円の増配、配当成功は 50.2% となりました。さらに株主還元策として、自己株1億7300万円を取得し、総還元成功は 63% となりました。2026年5月の年間配当予想は42円、2025年10月までに自己株6400万円を取得済みであります。また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を一層高め、株式を長期にわたり継続して保有いただくことを目的として、株主優待制度を拡充することといたしました。具体的には、1年未満、1000株以上保有される株主様や、3年以上保有される株主様のクオカードを増額しております。現在株価は1100円以上で推移し、PBR は約 1.4 倍、PR は約 12.6 倍となっております。流通株式時価総額も、プライム市場上場維持基準であります100億円を超えました。今後も持続的な成長と、中長期的な企業価値向上に取り組むとともに、投資家の皆様にとって、魅力的な株主還元を心がけてまいる所存です。それではこれより決算概要、成長戦略につきまして、企画担当常務の片山よりご説明させていただきます。大場企画本部の片山博文と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは私の方からご説明をさせていただきます。本日のアジェンダでございます。構成としましては、会社紹介、決算概要、それから右の方に来まして、成長戦略と、最後にアペンデックスをお付けしております。この中でですね、決算概要と成長戦略のところを中心にご説明させていただきたいと思います。こちらから会社紹介となっております。先ほどですね、映像の方でも流させていただきましたので、こちらの方では、皆さん、馴染みがちょっと薄いと思われます、建設コンサルタント業界のことについて少しお話しさせていただきます。建設コンサルタントとはということで、日本の建設事業にはですね、特に官庁におきましては、
設計施工分離の原則が定められております。工事施工を担うのが建設業と、いわゆるゼネコンさんになります。それに対して、その計画、調査から設計までのですね、前段階を担うのが建設コンサルタント等でございます。このような形でですね、ゼネコンさんとは業務の住み分けを行っているということでございます。続きましてですね、7ページから14ページまではですね、事業紹介の方をさせていただいておりますので、こちら、先ほども映像で見させていただいたとおりですので、後ほどご覧になっていただければと思います。この後の説明の中でも、事業の方の紹介をさせていただきます。ここから決算の概要でございます。こちら、前期の連結損益計算書でございます。概況としましてはですね、受注が堅調に推移しまして、増収増益となりました。特にですね、土地区画整理事業における業務代行収入が寄与いたしました。売上高は180億飛び9600万。で、営業利益の方は19億3600万ということで、先ほど社長の方からも話ありましたとおり、14期連続増益を達成してございます。こちらはですね、業務区分別売上高、売上総利益をちょっと分解させていただきました。上段がですね、2024年5月期、今から言うと前々期になります。で、こちらが下段の方が2025年5月期と前期になります。こちら米印にあるところで、事業ソリューション業務が19億6900万となっておりますけれども、この中に一過性の業務代行収入が12億4000万含まれているということで、その結果、売上高の方が180億9600万になったということでございます。業務区分別の受注高でございます。こちら、右側のグラフがですね、業務区分別の受注高の構成比をお示ししてございます。当社の主要業務のですね、まちづくり業務、それから設計業務の方がですね、堅調に推移した結果、受注高合計は173億4500万となりました。連結貸借対照表でございます。こちらの方のポイントとしましては、資産の方はですね、売上の伸長に伴いまして、売上債権の方が増加してございます。一方ですね、負債の方につきましては、前期末に引き続いて、有利子負債はゼロとなりました。純資産につきましては、131億6700万、自己資本比率は 71% となってございます。こちらは当期2026年5月期の計画でございます。網掛け部分が計画となります。売上高が170億、営業利益が20億、経常利益が20億飛び5000万、当期純利益が14億となっております。当期のですね、第一四半期の決算につきましては、10月に発表させていただいております。概況のところはですね、先ほど前期のところで申し上げました、土地区画整理事業における一過性の業務代行収入の反動がございまして、減収、減益となっておりますが、本業の建設コンサルタント業務は増収、増益となってございます。先ほどと同様にですね、業務区分別に売上高、売上総利益を分解したものでございます。上段がですね、前期の第一四半期、下段が当期の第一四半期ということになります。先ほど申し上げたとおり、こちらの米印のところですね、第一四半期のこの事業ソリューション業務、13億8700万の中にですね、この業務代行収入、中書きに書いてますけど、12億4000万が入っているということで、今期はですね、そういった業務代行案件がございませんので、その分が全体としてはちょっと減少して見えております。建設コンサルタント業務で見てみますと、前期の第一四半期は25億7100万、当期につきましてはですね、27億2800万と増収、売上総利益で見てもですね、8億1000万が9億1500万と、
売上総利益率で見ましても、26.9% が 32.9% と上昇しております。従いましてですね、前期の一過性の特殊要因を除けばですね、本業の建設コンサルタント業務は増収増益で利益率も改善しているというふうに見ております。株主還元でございます。株主還元方針の方は総還元成功 60% 程度、配当成功 50% 程度をめどとしております。配当については、前期は年間配当42円、配当成功 50.2%、当期は年間の配当予想を42円としてございます。自己株の取得につきましては、前期が1億7300万円を取得し、総還元成功は 63% となりました。当期につきましては、10月までに自己株6400万を取得済みでございます。株主優待制度の一つ目のクオ・カードでございます。こちらの方につきましてはですね、直近拡充を図っております。左側が変更前、右側が変更後でございます。変更後の下線部分が変更点ということになります。特にですね、1年未満の1000株以上のところは、2000円だったのが4000円ということで2倍になっております。それから株主の皆様にですね、できるだけ長く保有していただきたいという期待を込めまして、3年以上のテーブルを設けました。3年以上の1000株以上では、クオ・カード1万円を贈呈させていただくということにしてございます。株主優待程度の2つ目のチョコラボのチョコレート菓子でございます。こちらは11月の中間期末基準日に2500株以上保有されている株主様に年1回ショコラボのチョコレート菓子を贈呈させていただいております。ショコラボは横浜にて障害者の方が働く場の創出を目的に創業したチョコレート工房でございます。弊社といたしましても、社会貢献活動の一環として、ショコラボの企業理念に賛同し、応援しております。以上が決算の概要でございます。ここからが成長戦略でございます。まず、大場の強みを全般に挙げさせていただいております。8点挙げさせていただきました。1点目が100年企業としての歴史、伝統、実績でございます。2点目が社税、誠、積極信守、和の精神に基づく信頼でございます。3点目がまちづくりを核にノウハウ、知見、経験を蓄積してきております。4点目が総合建設コンサルタントによるワンストップソリューションを提供しております。5点目が民間に強いということで、官庁対民間の比率が約6対4となっております。官庁と民間がですね、相互に補完することにより、景気の変動の影響を受けにくくなってございます。6点目が収益力の向上で、先ほど申し上げたとおり、営業利益14期連続増益で利益率も改善しております。7点目が技術力の向上で、有資格者500名体制を構築いたしました。また、技術者の多能固化を推進してございます。8点目は財務内容の強化で、無借金体質を確立し、自己資本の充実を図っております。大場の強み2つ目のまちづくりでございます。まちづくりにつきましてはですね、毎年4月に日経コンストラクションがですね、ランキングを発表しているんですけれども、このまちづくり、都市計画、地方計画の分野では、大場は10年以上同業トップでございます。まちづくりの大場ならではの強みでございます。こちらに4点挙げさせていただいております。まちづくり技術力、ワンストップ対応力、合意形成に向けた調整力、総合力でございます。この3点目のまちづくりを推進するための地域住民、行政、事業主等のステークホルダーに対する合意形成に向けた調整力が大場の強みでございます。大場の強みの3つ目、財務バリエーションでございます。こちらの表の方でですね、各指標につきまして、
大場の水準、それから右側で業種平均、同業ですね。それからさらに右側で東証プライムの平均をお示しをしてございます。営業利益率 10.7%、業種平均より高くなってございます。それから ROE、ROIC、ROA、こちらの指標もですね、見ていただくとおり、いずれも業種平均、それから東証プライムの平均を上回っております。それから生産性を示す1人当たりの売上高、営業利益、こちらも当社の水準は同業の平均を上回ってございます。一番下の株主還元のところにつきましては、配当成功、総還元成功、先ほど申し上げた水準については、やはり業種平均、東証プライムの平均を上回っているということでございます。このようにですね、同業あるいは東証プライムの平均よりも高い財務バリエーションを示しているということで、そのことが評価され、株価の方も堅調に推移してきてございます。2年前のですね、中継発表時の株価が750円程度だったのが、現在は1100円を超えているということで、1.5 倍近くに上昇してございます。資本コストや株価を意識した経営と、最近盛んに言われている点でございます。当社は ROE、ROIC のですね、中継最終年度の目標を 12% としてございます。この左側のグラフの方はですね、当社の ROE と PBR の長期的推移を見たものでございます。このブルーの線がですね、ROE、それからオレンジの線が PBR でございます。ROE のところ、こちら 23.5% のここ突出しておりますけれども、この期はですね、本社を売却しまして、その特別利益が計上されましたので、それが寄与してここが突出して高くなってございます。このグラフを見ていただくとおりですね、リーマンショック後の回復期を経まして、2014年の5月期に ROE の方が2桁に到達しまして、同時にですね、PBR の方も1倍を超えたということで、それ以降ですね、ROE2 桁と PBR1 倍台の水準を維持してきておりまして、ここで見ていただいてもですね、この ROE と PBR の間には強い相関が認められます。ここでは当社の株主資本コストレンジをちょっと見てございます。ここちょっと中書きで小さく書いてますけども、一番下のところですね、当社は有利子負債がないため、枠ではなく、株主資本コストと ROE の方を比較してございます。当社の株主資本コストは 5% から 7% 程度と、一方、ROE の方は現在 10.7% 程度ということで、株主資本コストを上回っており、超過リターンを確保していると、資本効率も高い水準となってございます。中期経営計画の定量目標でございます。赤囲みの中でですね、連結売上高が200億円、連結営業利益が24億円、それから連結営業利益率、ROE、ROIC、いずれも 12% の目標としております。同じく中期経営計画の定量目標ですけれども、株主還元につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。右側の中期経営計画期間中の増配イメージを示したものです。このグラフで見ていただくとおりですね、一番左側、2023年5月期の配当は24円でございました。2024年5月期の配当は37円でございました。それから前期、2025年5月期の配当は42円でございます。そして当期2026年5月期の配当予想は42円となってございます。で、一番右側がですね、中継の最終年度になりますけれども、営業利益24億円を達成した場合には、配当が48円程度ということでシミュレーションをしてございます。営業利益、配当ともに右肩上がりで上がってきているということが見ていただけるかと思います。持続的成長と中長期的企業価値向上と
いうことで、こちらの方につきましてもですね、中長期の指標の推移を見てございます。売上高がですね、2012年5月期は105億3400万でございました。そちらの方が直近期は180億飛び9600万ということで、約 1.7 倍となってございます。営業利益は1億7100万でございました。そちらが19億3600万ということで、約11倍になってございます。営業利益率は 1.6% でございました。こちらが 10.7% になってございます。約7倍弱となっております。当期利益は3900万でございました。そちらが13億3400万ということで、約34倍になってございます。で、有利子負債が43億3300万でございましたが、ここ数期はゼロということで無借金となってございます。自己資本の方は38億3800万でございましたが、直近期は127億1100万ということで3倍以上になってございます。自己資本比率の方は 37.7% だったのが 71% ということで2倍弱となってございます。先ほど申し上げた ROE の方ですけども 1% だったのが 10.7% ということで10倍以上になってございます。株価の方もですね、その結果として130円だったのが前期末で1025円、足元の方では1100円を超えてございます。時価総額の方も24億3600万円でございましたが、前期末では171億6800万円ということで、足元の方ではですね、185億まで増加しているということでございます。こちらの推移を見ていただいてもですね、大場の持続的な成長をお分かりいただけるのではないかと存じます。こちらはですね、我が国の建設投資の推移を見たものでございます。こちら見ていただくとですね、平成4年がピークで、平成22年がボトムと、それでこちら足元が令和6年ということになってますけども、このピークからボトムにかけて約 50% 減少して、足元の方ではこちら 74% まで回復してきているというのが建設投資の推移でございます。数字で見るとこちらの方にお示ししております。それに対してですね、大場の連結の受注高の方ですけれども、こちらも見ていただくとですね、このピーク値の平成4年からボトムの平成22年にかけて約 50% 強減少しております。この間の建設投資の減少はマイナス 50% で、足元の方ではボトムから 64%、6割強回復してきております。この間の建設投資の回復も7割強ということで、こちらの数字見ていただくとおりですね、大場の受注高と我が国の建設投資の間には強い相関が認められます。こちらは公共事業関係費の推移でございます。国土強靭化関係の予算の方ですけれども、令和3年から7年が15兆円程度ということでございましたが、さらにですね、この6月に発表された計画では、令和8年から令和12年は20兆円強程度ということで、約 1.3 倍強となってございます。こちらは国土交通省の設計業務委託と技術者単価でございます。こちらの方はですね、国土交通省が発注する設計業務委託等の積算に用いる全国一律の単価でございます。従いましてですね、こちらの方が建設コンサルタント業界の受注高、売上高、利益に大きく影響してくるというものでございます。こちらの設計業務委託と技術者単価の方がですね、先ほど社長の話でもございましたとおり、足元 5.7% の上昇
それから直近のこの3年間でですね、16.6% 上昇してございます。さらにですね、平成24年から見てみますと、58.6% 上昇しているということで、こちらがですね、収益の改善にも大きく寄与してきているものでございます。今のですね、この技術者単価と大場の営業利益率の推移を見たものでございます。このブルーの線がですね、技術者単価の推移でございます。で、オレンジの線が大場の営業利益率の推移でございます。ともにですね、右肩上がりで上昇してきているということで、こちらの技術者単価と大場の営業利益率の間にも強い相関が認められます。当社を取り巻く環境でございます。現在、コア業務の方はですね、先ほど来申し上げているとおり、営業利益14期連続増益ということで、順調に推移してきております。加えてですね、これからその伸びしろとして、社会課題の解決等におきまして、市場の拡大が期待できる分野がございます。中堅の柱としてはですね、この社会課題の解決と人的資本等への投資を挙げさせていただいております。社会課題の解決として、7点挙げさせていただいております。大場はこの点について本業で取り組んでいるということです。1点目が防災・減災・国土強靭化でございます。先ほど社長の話でもございましたとおり、今、能登半島地震からの一日も早い復旧・復興に向けて、こちらの4つの業務に取り組んでいるところでございます。またですね、西日本豪雨復興支援事業として、岡山県倉敷市真備ふれあい公園の開園に結びつけることができました。2番目の防衛土木につきましてはですね、基地、駐屯地の最適化のための調査設計業務ということで、基本方針策定業務、マスタープラン作成業務、設計管理等業務、それから総合設計といった業務を受注して取り組んでいるところでございます。都市開発の方につきましても、現在ですね、話題になっております熊本の半導体工場建設に絡む開発許認可土木設計業務と、それから東北圏初の高速道路インターチェンジ直結次世代基幹物流施設、これは自動運転対応のものでございますが、そちらの開発計画関連業務に取り組んでございます。また区画整理事業の方ではですね、現在、宮城県千円広域都市計画に取り組んでいるところでございます。その他首都圏の方では旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業に取り組んでおりまして、2027年の国際園芸博覧会、いわゆる花博の開催に向けて業務を進めているところでございます。4点目が都市再構築、5点目が環境脱炭素社会構築でございます。この中では川崎市等々力地再編整備運営等事業、青森県風力発電設備事業等に取り組んでございます。6点目がスマートシティまちづくり DX、7点目が事業ソリューション土木管財でございます。先ほどの区画整理事業の中で有料案件については業務代行に取り組んでございます。こちら防衛関係費の推移でございます。こちらは2012年の12月にですね、国家安全保障戦略の方で、防衛関係費の方をですね、当時の GDP の 2% に持っていくということで、11兆円程度という計画が立てられておりまして、足元では 8.7 兆円ということで、昨今の議論を踏まえますと、この防衛関係費というのはまだまだ増加基調にあるということが言えるかと存じます。同じく防衛関係費のですね、こちらは5年間の計画ですけれども、緑の囲ってある部分が防衛土木と密接に関係する部分ですけれども、前回の5年では約1兆円の予算だったのが直近では4兆円ということで4倍になってございます。こちらは単年度の予算配分でございます。中堅のもう一つの柱のですね、人的資本等への投資でございます。技術力の担い手であるですね、従業員のモチベーション向上策として各種処遇改善に取り組んでいるところでございます。若手中堅だけではなくてですね、シニア層の処遇改善にも現在取り組んでいるところでございます。
有資格者の推移でございます。技術資格保有者増加の狙いとしては、機械受注特定率の向上とコンプライアンス意識の向上を挙げさせていただいております。この有資格者の方ですね、2017年5月期は320名でございましたが、直近期の2025年5月期では517名ということで、約200名増加しております。中計最終年度では650名を目指しているところでございます。こちらはですね、大場の業務に対する各種表彰実績でございます。49ページが国土交通省からの表彰でございます。50ページから53ページと、こちらは外部機関からの表彰でございます。まちづくりを中心にですね、幅広い業務に対して評価をいただいているということで、大場の技術力の一つの表れかと存じます。M&A 業務提携でございます。2023年の5月に大場調査測量を子会社化いたしました。こちらにつきましては、親会社大場との幅広いシナジー効果を発揮しております。また、最優先の外注先として、当社グループの内製化が図れております。昨年8月にはですね、パシフィックコンサルタントの業務提携を締結いたしました。こちらについては、両社の強みを生かしまして、多様化する社会課題に対して、より一層最適なサービスを提供していく所存でございます。55ページ、56ページは新たな100年に向けてのメッセージでございますので、またご覧になっていただければと存じます。最後、アペンデックスをお付けしてございます。こちらの方は、会社指揮法の方でですね、大場が国土強靭化銘柄として注目しているとされた記事でございます。こちら株大全2025年におきまして、株主優待ランキング8位に選出されました。その後、先ほど申し上げたとおり、優待制度を拡充しておりますので、次回はさらにランキングが上がる可能性もございます。民株アワード2023に選定されましたということで、こちらはですね、今後特に期待される銘柄について表彰される制度でございます。以上ですね、大場の方の強みとして、100年企業である、それから営業利益が14期連続増益と、それから無借金会社であると、それから配当成功、総還元成功をはじめとした財務指標が同業あるいはプライム企業の中でも高い水準にあるということを中心にご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。データセンターの受注というものが増えているかということでございますけれども、実績としてはほぼほぼ横ばい程度かということで、そこで書きたかったというのは、今、日本、これだけ円安になったということと、他国と比べた人件費等々を見ますとですね、非常に、コスト的に30年前とは圧倒的に日本でものづくりをするということに対するメリットが高くなっているということでございまして、結果的にですね、中国やその他の国に進出した日本企業がですね、国内回帰をしているということと、それから外資系企業にとっても、地政学上のリスクもございますし、そういう意味におきまして日本においてものづくりをするということが高くなっているということから、私ども民間を中心とした業務ということにですね、今後もですね大きく期待できるのではないかと。その中の一つとしてデータセンターというものがあるわけでございますけれども、データセンターだけで考えるとほぼほぼ横ばいの状況ではございますが、例えば熊本においてご存知かと思いますけれども、台湾の半導体製造企業 TSMC、こちらの工場のですね造成設計、それからその隣にございますソニーセミコンダクターの工場、
の造成設計も受注させていただいています。これは先ほど申し上げました通り、日本におけるものづくりというものがですね、非常に採算面が良くなってきたということの一つの証左ではないかと思いまして、今後も私どももですね、このような分野においてのですね、ご支援、それからご貢献をさせていただきたいと思っている次第でございます。ご質問ありがとうございました。国内事業と海外事業っていうものをどう考えているかっていうことでございますけれども、国内における建設投資の金額っていうのがどういう推移かっていうことでございまして、平成4年をピークにずっとデフレの時代の中で、全体が下がってきて、そしてこれが上がってきてるっていう説明を先ほどさせていただいたかと思います。でこの部分に関して言えば、大体私ども大場のですね受注はですね、この建設総投資金額とパラレルに受注が推移しているということでございます。平成4年にはですね84兆円の総投資金額があって、平成22年がこれはボトムでございました。半分になってしまいました。42兆円。そして令和6年昨年度はですね73兆円まで盛り返してきたということでございまして、で大場の連結の受注額は223億が100億まで下がりまして、そしてそれが173億まで上がってきているということでございます。その景気全体ということに対しての問題はですね、確かにいろいろ考える点があるかと思いますが、私はですねこの部分のここの青の部分が観光庁でございまして、黄色の部分は民間でございますが、特に観光庁の部分に関しては堅調に推移するというふうに考えております。それから民間の部分についても最近は右肩上がりに上がっているということからすると、ここのトータルのこの 74% 上がった令和6年度が令和7年度にはどうなるかということになりますと、これは堅調に、ほぼほぼパラレルに、もしくは若干のプラスアルファで推移してくれるではないかと。でそうなりますと、私どもの受注っていうのは毎年毎年エンタークリアでですねするわけですけども、全体の総予算というものが増える中で、それとほぼほぼパラレルに並行的にですね受注も増えていくということからすると、そう悲観的になることもないのではないかと。もちろん楽観的にはできないけども悲観的になることもないんではないかと、そのように考えております。それは海外での業務でございますけども、私たちどもが建設コンサルタントとして非常に担うべき大きな点というのはですね、やはり行政との調整っていうのがございまして、区画整理事業等々を行うにありまして、それを前に進めるにあって、行政の許認可を得ると、こういう業務っていうのが非常に大きな部分を占めるわけでございます。でこれがですね、ではインドネシアでどうなのか、ベトナムでどうなのか、中国でどうなのか、このいわゆる行政の中身っていうことを私の法的な面におきましてもですね熟知している技術者が多くおるわけでございますけれども、中国のそういう法制が分かるか、また中国のそういう行政とのですね調整ができるか、ベトナムにしてもしかり、インドにしてもしかりでございます。これについては大変ハードルが高いものがあるというふうに考えておりまして、海外での業務というのはやはり ODA、これは外務省を中心としてやる ODA を中心っていうものがですね中心になるんではないかなと、建設コンサルタント業界におきまして、で私どもも過去ODA に協力させていただいた実績がございますが、フィリピン、インドネシア、インド、中国等のコンサルと同じような立場でですね、私どもは業務を行う、そういう意味で海外進出を行うということについては、極めて慎重に対応すべきではないかということと、それから先ほど申し上げました通り、日本国内の国内回帰っていうものと、インバウンドの投資家っていうものが日本のマーケットでものづくりをするということに対して非常に期待感を持っているという、そういうモメンタムが高くなってきているということからすると、私は国内において力を入れると思います。ただ国内においてインバウンドの投資家が来るということに関して言えば、国内における国際業務というものにはこれまで以上に
力を入れるべきだと、こういうふうに考えております。競争相手は、たくさんおります。それでですね、その中でですね、その競争相手に、勝っていくためにはどういうところに力を入れるかというふうに考えますと、やはり我々の技術力を高めることではないかと考えております。で、可視化した技術力っていうのが資格でございます。有資格者の推移と書いてございましてですね、この青の部分が技術士の所有者の数でございます。これ218っていうのはこの民間の技術士の資格のような形なんですが、 RCCM っていうのがございます。この20人っていうのがこれは一級建築士でございます。それからこの38人っていうのが APEC エンジニアと申しまして、これは海外でも通用する土木技術者の資格でございます。でこれを全部合わせた人数が17年5月期は320人だったということが、現在は517人ということでございまして、コンサルの社員数というものは現時点においてもまだ400人程度なんでございますけれども、それに対してのですね、技術資格者っていうのが320人から517人にほぼほぼこの10年間で倍増しているということでございます。なぜこの資格保有というのが非常に重要なのかと申し上げますとですね、やはり観光庁の一般競争入札、この競争入札が行われるわけなんですが、国交省をはじめとして、でこの競争入札を行うにあたって資格要件っていうのが入ってくる場合が多いんですね。例えばですね、管理技術者っていうのは道路部門のその技術士の資格を保有し、で総合のその資格保有と経験を有すること、そしてその表彰実績がある場合はこれに対して定性的な評価をプラスアルファとしてすること。でこのようなことがですね、総合的に評価されてそれは大場に特定化するということを、こういう流れに特に観光庁においてはなっておりましてですね、その意味においてもこの資格保有者っていうのをさらに充実化させるっていうことに関して言えばですね、絶対に必要なことだと、このように考えております。それからもう一つ、ここはやはり国交省を中心とする業務の土木業務の発注における非常に重要なポイントなんでございますけれども、私どもが力を入れようとしているっていうところには、その他にも先ほどから申し上げますとおり、防衛土木、防衛省が発注する土木事業、こちらにも力を入れております。この予算についてもですね、前の5カ年計画に比較すると4倍になっている土木関係の業務が、こちらの方にも我々力を入れておりますけど、でこれ以外にもですね、農林省がですね発注する農林土木、それから森林土木、この業務、例えば農林省が発注する道路の設計業務っていうのがあるんです。これは農道と称します。それから水路の設計業務もあります。これはもうやはり河川の経験がある人間にとってみれば十分対応可能なんでございますけれども、こういう他省が発注する土木業務にもやはり新しいマーケットとして、既存のマーケットでもあるんですが、ここにもどんどん手を挙げていくということでですね、受注を増やしていくっていう流れを作っていきたいなというふうに考えております。お答えになったかどうかあれでございますけども、やはり尽きるところは大場の土木技術力、ここを不断の動力を持って研鑽を重ねる、ということがですね、最も重要なことだと私は信じておりますし、そのような形でですね、社員を教育、それから指導していっておりますし、今後もそうしていきたいと考えております。以上でございます。